こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回のタイトルはマイクロビット端子への接触を感知する機能と反応時間の測定です。動画の内容は端子に接触されたことを感知するブロック、端子への接触を感知するブロックの使用例、反応時間測定プログラムの作成、シミュレーターとマイクロビットでの確認について解説します。前回の動画では電子回路などで使用されているような明確な電流の流れを測定するアナログ値を読み取るブロックを使用してきました。今回扱うのは端子に接触されたかを感知するブロックです。右の図のように入力カテゴリー内には端子キー0が短くタップされた時と端子キー0がタッチされているの2つのブロックがあります。この2つのブロックは微小な電気の流れを感知するものです。人間の皮膚上には微小な電気が発生していることが分かっています。この微小な電気をマイクロビットの端子 T0 とグランド端子間で回路を作ることにより微小な電流を検知します。ここに端子への接触を感知するブロックの使用例を示します。左のプログラムは端子 T0 が短くタップされたときハートのマークを表示した後すぐに表示を消すプログラムです。タップされるごとにハートのマークが表示されます。右の図はずっとブロックの中に論理式として端子 T0 がタッチされているかを判断し、タッチされている場合はハートマーク、そうでない場合は×マークを表示します。このブロックの使い分けとしては短い時間でタッチされたことを感知するのが左の端子 T0 が短くタップされたときブロックです。それに対してタッチされているかどうかの状態を判別するのが端子 T0 がタッチされていることを参照するブロックになります。それでは、短くタップされた時の、プログラムを実行してみましょう。こちらの方、グランドの方ですね、緑色、こちらの方のアルミホイル、接続しています。こちらの方ですね、黄色の方が P0 端子からこちらのアルミホイルの板に、接続しています。片方の手をこちらに置いて、で、こちらの方でタッチします。そうするとこういうふうに、タッチされたことを感知することができます。しかしこれをこうじっと触れていてもですね、反応しません。だから短くタップされた時のみ反応するというのがこのブロックの特徴になってきます。それでは次にタッチされているかどうかを検知するプログラムですね。それを実施してみます。今触れてないんで×印が出てます。で、片方のところ触れて片方を触れるとハートマークが出ますね。離すとこういう風に切り替わる。これは接触しているかどうかを感知するブロックのプログラムになります。はい、こんな感じですね。反応時間測定プログラムの概要について見ていきましょう。まず A ボタンが押されると測定が開始されますが、まだ測定が開始されない状態では変数モードを999と設定します。 A ボタンが押されるとモードは1となります。そして四角マークがマイクロビットに表示されます。その後 LED は表示が消えモードを2とし、しばらくするとハートマークが表示されます。ここではモードを3とします。そしてこれに反応して被験者は端子に触れます。触れるとモードが4となります。反応時間はハートマークが表示され端子に触れるまでの間を取得します。そして最後に反応時間を LED に表示し、モードを準備状態の999とします。それでは具体的なプログラムを見ていきましょう。プログラム開始から測定開始表示までの区間です。
最初だけブロックに文字列表示 RT プロと表示されます。 RT というのはリアクションタイム反応時間のことです。またプロというのはプログラムの略になります。そしてモードを999にします。これは測定の準備段階であることを示します。そして A ボタンが押されたとき、アイコン表示して四角を表示しモードを1とします。この図はずっとブロックによる全体監視ブロックを示しています。ずっとブロック内のもしブロックでモードが999でない場合のみ、その内側のモード1の場合とモード2の場合の条件に合致したプログラムが実行されます。モード1が成立する場合は関数準備を呼び出し、モード2が成立する場合は待機関数を呼び出します。モード1の場合は関数準備を呼び出します。ここではモード1になる前は LED に四角が表示されています。一時停止で1秒間この状態を継続した後、表示を消してモードを2とします。モードが2においては関数待機が実行されます。ここでは一時停止が1秒から5秒の間で行われます。そしてモードを3とします。変数捨て E タイムにその時の稼働時間を取得します。これが反応時間測定の起点となります。その後ハートマークを表示し反応を促します。ハートマークが表示されタッチした後、反応時間を表示するまでを示します。端子キー0が短くタップされた時の中にもしブロックでモードが3であるかを判断し、正しければモード4に切り替え、次の行で変数は RT に現在の稼働時間から ST タイムを引き線では2秒に変換し反応時間を求めます。そして表示を消し反応時間を LED に表示します。最後にモードを999にして準備状態に復帰させます。はい、じゃあシミュレーターで確認してみましょう。こちらの方大きくします。そしてプログラムリセット RT プロという文字が表示されます。そして A ボタンを押してスタートです。待機してハートマークが表示されて押すと 0.75 というような形で、測定ができます。もう一回やるときはですね、こういうふうに A ボタンで再開してまた押すような形になります。はい、そんな形ですね。ではマイクロビットにダウンロードしましたので、確認してみましょう。で、リセットボタンを押します。そうするとこういう形で、RT プロが表示されましたね。そしたら片手をグランドの方に置いて、A ボタンを押します。そして待機して表示されたらこういう形で 0.64 秒ですね。もう一回いきます。はい、もう一回行きましょうか。こういう形で測れます。今回は端子の接触を感知するブロックを応用した反応時間プログラムを紹介しました。その中で重要と思われたことを挙げると、端子に接触されたことを感知するブロックには短いタップを感知するものと接触しているかを感知するものがありますが、プログラムの目的により選択していくことが大切と思われます。反応時間測定プログラムにおいては迅速な反応に対応する必要性よりタップを感知するブロックを使用しました。ご視聴ありがとうございました。